ガオレットとあとゴジラをやってました。はい、もちろん、僕が見始めたのが戦隊の3作目の作品でバトルフィーバーという作品から、見始めて、でもうずっと見続けてきて25作目でまさか自分が出るとは夢にも思わなかったです。いや、もちろんありました。プレッシャーはありましたが、本当にずっとやりたくてこの世界に入ってきて、でまさかレッドやれるとは思ってなくて、もう嬉しさの方が上回ってプレッシャーよりももう本当にハッピーすぎる1年を過ごしました。ちょうど作品が始まってスーツアクターの福澤さんと初めて会って、で僕は今回こういうキャラクターでやっていきたいんですけどどう思いますかっていうふうに相談したら、福澤さんとも意気投合して、じゃあ今回の輪はちょっとふざけてやってみようかとか、今回はもうシリアスにやってみようかというディスカッションがいっぱいできたので、もう2人でガオレットを作っていったような感じです。難しい質問。これは苦しい。好きな映画を選んでくださいって言われてるようなもんだな。いやけどね、やっぱ戦隊で言うとやっぱり子供の頃見始めたサンバルカンもあたりがもうやっぱり自分の中では一番かもな。あとはもう本当にゴジラも好きだったし、ウルトラマンも好きだったし、仮面ライダーも大好きだったし、ちょっと申し訳ないけど選べないソーリー。はい、ゴーカイジャーですね。はい、はい、いやその前にも過去ガオレンジャーが終わってしばらくして違う作品で呼ばれたんですが、その時はもうガオレット獅子かける役ではなくまた違う役でオファーがあって、けどその時は断りました。なぜならばもう僕はもうガオレットだし、ガオレットが違う役で同じ戦隊に出てたら嫌だなと思って、けどゴーカイジャーの時はガオレット獅子かける役で出させてもらえるっていう感じのお話だったので、それはもう喜んでもうぜひ出たいという感じでお話を受けてもう出させてもらってすごく嬉しかったです。もちろんゴーカイジャーとガオレンジャーも全然違うお話ですし、キャラクターも違うんで見てる人たちはもう本当に分かりやすく違いが分かるとは思うんですけど、やってる役者の僕たちはもう多分同じ気持ちで撮影現場もう本当子どもたち、そしてこの戦隊が大好きな大人の人たちに向けて喜んでもらえるように一生懸命やっていたんじゃないかなとは思います。いやもう本当にガオレンジャー決まる1年前に前年度は仮面ライダークーガのオーディションに行って最終選考で落とされて、でまた翌年、の仮面ライダーのオーディションに行って最終まで残ってるよって言わされて、もう今年こそはどうしても決まりたいと思ってオーディション会場に行ったら、そこの会場がガオレンジャーの会場に変わってて、僕の書類が仮面ライダーの方から戦隊の方に書類が移動してたんですね。でけどもこれも戦隊の最初オーディションとしても頑張ってやろうっていう感じで、何時6スタートが書類から始まって1次審査2次審査3次審査ずっとやって、どんどん人数が少なくなって6次審査か7次審査ぐらいで10人ぐらいに絞られて、で1つの部屋に集められて、その10人の中から、みんなで芝居をやって、で今日はもう終わりました、帰ってくださいで、
合格の発表は後日電話でしてきますってよくそのオーディションの次の日に電話がかかってきて、ガオレットをやってもらえますかって電話がかかってきた時はもう本当に死にそうなぐらい飛び上がりましたね。いやいっぱいもう1年間やってきたんでいっぱいあるんですけど、なんだろう、お話で言うとやっぱり1話目とかはもう本当に特撮の現場が初めてだったし、ブルーバックといって特撮ならではの撮り方、周りに何もない状態でいかにもここに怪獣がいたりとか大きな自分の仲間がいたりとかっていう撮影の仕方がその時初めてやったので、やっぱり1話目は忘れられないですね。あとはもう本当に要所要所いっぱいたくさんの失敗もしましたし、嬉しいこともいっぱいありましたし、1年間本当長いスパンの撮影だったので数えきれないぐらいの思い出があります。まず爆破シーン、もうよく戦隊であるのが、僕たちがカメラに向かって走っていってる時に後ろでドカーンとこうね爆発するシーンとかっていうのが最初は慣れなくて、もうやっぱ怖くて本当に爆発してるの後ろで、まずそこにチャレンジしたのが一つだし、でそれに慣れてくると今度カメラがそこにあって僕たちがカメラに走っていってるその間でドカーンっていって爆発した煙の中を駆け抜けていくっていうのはもう本当にすごく怖かったし、それもスタッフを信じて頑張るしかなかったっていう、なんかそういういろんなチャレンジがありました。あとそうですね、一番チャレンジしたっていうかもう頑張ったのはどうやったら子供たちの心が燃えるかなっていうのを常日頃考えて、ヒーローはやられた方が子供は燃えると、やられて最後に逆転してやっつけるっていうそのサクセスが一番燃えるんじゃないかっていう僕たちのなんかこうミーティングがあって、メンバーとのミーティングがあって、それで監督そしてプロデューサーにガオレンジャーは僕も前の年クーガで落ちたオーディションで落ちた人間で、そういうやつらが集まってからこのなんだろうな、寄せ集めの集団というかエリート集団じゃなかったので、僕たちはもう本当にやられる戦隊でいこう、最後に逆転すればいいからもうやられて頑張ってる戦隊を作っていこうっていうのが一番頑張ったところかもしれないですね。もちろんはい、僕はもうアクションがこういうのが好きだったので、子供の頃から大好きだったので割と子供の頃真似っこをして、で、俳優の世界に入ってきてからもこの選択が決まる前からアクションのトレーニングをやって、いつかそういうチャンスが来たらいいなというふうにトレーニングをしてたので、割と僕はその撮影じゃないレッスンの時ももう楽しんでやってました。はい、ファンけどね、もう本当にガオレンジャーをリアルタイムで見てくれた人たちは僕の作品、ガオレンジャーはもう15、16年経つのかな、経ってからも僕が普通の舞台をやったりステージをやったりとかしても見に来てくれるので、楽しい思い出ね。いやもう普通にご飯食べ行ったりもしてますし、あとはそうだな、楽しい思い出っていうか、本当にガオレンジャーはファンのみんなが愛してくれて、今こうやってねロスにまで来てイベントをやれてる状態っていうのはもう日本のファンの皆さんが作ってくれたおかげかなっていうふうに思ってます。ガオレット獅子×の金子のボルです。できればもう一度
ガオレットとして、こっちでリアルタイムで放送できるように、今の戦隊にね獅子翔として、入り込んで、みんなの目の前にリアルの昔のガオレットじゃなくてリアルの獅子翔ガオレットを演じれるように日本で頑張ってきます。これからも応援よろしくお願いします。ガオレットでした。皆さん特撮ネットワークを見てね。